19世紀中葉、ヨーロッパ列強が王室の結婚を通じて勢力均衡を図っていた時代、ビクトリア女王の第三王女として生を受けたヘレナ・オーガスタ・ビクトリアは、王室制度と社会変革の接点に立たされた女性でした。父アルバート公の薫陶を受け、慈善と医療支援に傾注した彼女の人生は、王家の娘としての制度的役割と社会的女性としての自立との間で揺れ動きます。さらに、シュレースビヒホルシュタイン公使との結婚は国際情勢と王家の立場に影響を及ぼし、王族の結婚が持つ戦略的意味を体現する事例ともなりました。看護師制度の改革、赤十字社との連携、戦時体制下での王室の責務など、彼女の歩みは制度を超えて社会を形作る力を秘めていたのです。なぜ彼女は忘れられた王女と呼ばれながら、現代に再評価されつつあるのか、その問いを歴史の構造から読み解いていきましょう。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、ビクトリア王家の外交資産として育成された少女期。1846年5月25日、ロンドンのバッキンガム宮殿にて、ビクトリア女王とアルバート公の第三王女として誕生したヘレナ・オーガスタ・ビクトリアは、王室制度の中核に育てられるべく設計された存在であった。彼女の出生は新聞で大々的に報じられ、王家の繁栄と国家の安定を象徴する出来事として社会的に受け止められていた。当時のイギリスは産業革命による都市化と社会不安が拡大する中、王室は国民統合の象徴として再定義されつつあり、王女の誕生は制度的秩序の維持における一つの手段でもあった。幼少期のヘレナは、他の王子、王女たちと同様に、アルバート公が設計した極めて規律的かつ教養重視の教育課程に従った。ドイツ的な家庭教育の理念に基づき、語学、歴史、音楽、数学、宗教に至る幅広い知識体系が与えられ、特に実用的知性と倫理的判断を重視する姿勢が貫かれていた。これは後年、看護慈善事業における実務的力量として具体化する。この時代、王女たちは王国の内部にある外交資産として扱われ、将来的に外国王家との戦略的結婚を通じてイギリス王室の影響力を拡張する役割を当然のものとして課されていた。姉ビクトリアがプロイセン、アリスがヘッセン大公家と結んだことに見られるように、王女の婚姻は個人の選択ではなく、国家戦略と制度構造に従属する政治行為であった。ヘレナ自身も例外ではなく、その立場に生まれた瞬間から嫁ぐべき対象として、王室内外で配置されていたことは、当時の書簡や記録に散見される。宮廷内における彼女の評価は安定していた。姉妹たちの中では控えめな性格とされる一方で、教育的成績や行儀作法、宮廷儀礼においては極めて優秀であるとされ、ビクトリア女王の信任も厚かった。加えて、実務に強く、規律と秩序を重んじる性格は、彼女が公的役割を果たすにあたり重要な資質として評価されていた。王族女性に求められた品位と実用性を兼ね備えていた点は、他の姉妹と異なる側面である。民衆の視線もまた王室に向けられていた。ビクトリア時代中期に入ると、新聞や雑誌が王族の日常を取り上げる機会が増え、王女たちは単なる象徴ではなく、より生活に近い存在として意識され始めていた。特にヘレナのような中間の王女に対しては、皇太子妃のような政治性とは異なる親密な感情が寄せられていたと考えられる。現代の歴史学において、この時期の王族教育は単なる身分保持のための手段ではなく、女性の公的活動の基盤を築くための準備過程であったという評価が増している。ヘレナが後に積極的に関与する慈善活動や制度改革における働きは、この教育が形式ではなく、実質を伴っていた証左として位置づけられる。制度の枠組みに従いつつも、その中で何を実現し得たかが、ヘレナの生涯を通じて問われる主題となっていく。第2章、父の死と規律の中の感情、王女に課せられたふさわしさの試練。1861年12月14日、王杯アルバート公が42歳の若さで没したことで、ヘレナの人生は大きな転換点を迎える。これはビクトリア王室にとって個人的悲劇であると同時に、
政治的安定装置を失う危機的事態でもあった。アルバートは家庭教育の実施者であり、政治的助言者でもあり、王政の象徴的均衡の軸として機能していた。その喪失によって王室内部の秩序は一時的に動揺し、ビクトリア女王は長期にわたり引きこもりを続け、統治機能を縮小させた。そのような状況下、16歳となったヘレナの行動が一つの問題として顕在化する。皇太子の家庭教師家あるルートヴィヒ・ポールに対して連母の女王を抱いたとされる事案が発覚し、直後にポールは解雇された。家庭内の逸脱に過ぎないこの出来事が制度的問題として処理された背景には、王女の感情は国家の秩序に従属するという明確な前提があった。王女に対する教育とは、知性の育成であると同時に感情の制御装置でもあったのである。ヘレナの行為に対して王室内部の反応は冷淡だった。女王は失意の中でこの逸脱を許容する余裕を持たず、姉ビクトリア王女は妹の感情を軽率な幻想と記した手紙を残している。王族において恋愛は政治であり、そこに私人の感情が入り込むことは制度の根幹を揺るがす脅威とみなされる。この処置は、個人の心情がいかに王室の枠組みに優先され得ないかを示す象徴的な対応でもあった。この事件が外部に広く報じられることはなかった。ビクトリア朝中期のメディアは王室の内情に対して比較的慎重であり、制度的沈黙によって王女の名誉が保たれるという暗黙の合意が存在していた。民衆の視線はあくまで服務中の女王と王太子に向けられ、ヘレナの内面に関する関心は抑制されていた。制度の観点から見ると、この時期の王女は単なる婚姻の道具ではなく、規律ある存在でなければならないという認識が強まっていた。つまり王女であるということは、感情の制御、規範の内面化、秩序の体現という三重の義務を負うことであり、それを果たすことがふさわしい王族の条件とされた。ヘレナはその義務において一度は逸脱したが、それゆえにこそ後年の社会的貢献を通じて再び信頼を回復する道を模索していくことになる。現代の歴史学では、この一件を通じて王族女性に対する制度的期待と、個人的自由の乖離が明瞭化されたと見る見解が主流を占める。感情を排除し、秩序に従わせるこの体制は、近代王政における女性の位置を示す重要な証拠であり、王家の内部で生きる個人の苦悩を照らし出す事例でもある。この章を通じて浮かび上がる問いは、王室制度の秩序はどこまで個人の感情を吸収可能なのか、そしてその吸収の限界は、制度自体にとって何を意味するのか。ヘレナの沈黙と再起は、この問いに対する一つの応答となっていく。第3章、王妃への道と戦略的均衡、シュレースビヒ・ホルシュタイン家との婚姻。1865年、父を失い規律の中で再起を模索していたヘレナに、新たな役割が与えられる。王家の慣例に従えば、成人した王女には国家的利益と王室の威信を兼ね備えた結婚が求められる。そこで選ばれたのが、ドイツ北部の旧諸侯家系、シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・アウグステンブルク家のクリスチャン王子であった。この家系は一見すると傍流の諸侯に過ぎないが、その出自は欧州大陸の緊張の震源にあった。1864年、プロイセンとオーストリアがデンマークに戦争を仕掛けたシュレースビヒ・ホルシュタイン戦争は、この一族の王位制休権が引き金となった経緯がある。ヘレナとの縁組は、イギリス王室がこの問題に中立を装いながら、穏健な形で影響力を保持しようとする政治的配慮の産物でもあった。ビクトリア女王はこの結婚に強く賛成した。表向きには娘を身近に置きたいという母としての感情が語られているが、実際には王室の威信を低下させることなく、政治的波及を最小限にとどめる計算があったと推察される。女王が望んだのは、ドイツ的教養と穏健な保守性を兼ね備え、政治的野心を持たない人物との連携であった。クリスチャン王子はまさにその条件に合致していた。1866年、両者の婚約が発表されると、王室内外では賛否が交錯した。貴族層の中には、王家の王女が領土も権力も持たぬドイツの下級諸侯と結ぶことに反発を示す者もいた。反対に、宮廷職員や慈善団体の指導者たちは、ヘレナがイギリスにとどまり公的活動を継続できる点に期待を寄せた。
とりわけ王立看護協会や赤十字関係者にとって彼女の存在は制度的支柱とみなされつつあった。1867年7月5日、ウィンザー城にて婚礼が執り行われた。式典は国民的関心事となり、新聞各紙は装飾、音楽、列席者の動向を細かく伝えた。だがその華やかさの背後では、王女の婚姻は誰のためのものかという根源的な問いがなお残っていた。ヘレナの意思がどこまで反映されていたのかについては、本人の日記や書簡がほとんど公開されていないことからも、制度の意思が個人の声を凌駕していた構造が透けて見える。今後もヘレナはイギリスに居住し、王室の公式行事に積極的に関与し続けた。名目上はシュレースビヒホルシュタイン公妃であっても、実質的には英国王室の一員として慈善、看護、社会事業に従事する存在となっていた。制度的には国外王族だが、実務上は内政参与者であるという二重構造が彼女の立場を特徴づけていた。外交上、この婚姻は慎重な均衡を保つ選択であった。プロイセンのビスマルク政権は英王室の動向に神経を尖らせていたが、クリスチャンが政治的主張を控えたことで問題化を免れている。対仏関係でもこの婚姻は中立性を保つ布石とみなされ、王室が直接的な同盟形成に踏み込まないというイギリス外交の伝統が制度的に確認された形となった。現代史において、この婚姻は消極的王家外交の典型とされ、王女の意思を抑制しながらも王室制度と国家の秩序を守るという二重の責任を象徴するものとして再評価されている。個人の幸福よりも制度の安定を優先する構造の中で、ヘレナは自らの在り方を問い直し続けることを余儀なくされていた。本章が提示する問いは、制度と感情、国家戦略と個人の人生とが交差する場面において、王女とはどこまで自己であり得るのかという点に集約される。ヘレナの選択は、その境界に立つ者の沈黙と順応、そしてそれゆえの影響力を物語っている。第4章、事前の制度化と看護改革、王妃の公的責任の再定義。婚礼から間もない時期、ヘレナは王妃として何をなすべきかという問いに直面する。シュレースビヒホルシュタイン家の公妃としての称号を持ちながら、実質的にはビクトリア女王の側近王族としてロンドンにとどまり、王室儀礼や公的行事への参列、王室福祉の拡充に深く関わっていくことになる。この選択は偶然ではない。王室女性に対して要求された役割が、単なる儀礼から実務的慈善活動へと拡張しつつあったという制度的変化の反映でもあった。ビクトリア朝中期、女性の社会的役割をめぐる議論は急速に展開していた。ミドルクラス女性の教育拡大、看護教職といった適切な公的空間への進出、そして王室女性による慈善主導は、国家の道徳的秩序と社会的調和を担保する制度的方策として正当化されていた。ヘレナの活動は、この潮流と制度の要請を体現するものであり、特に1870年代から顕著になる。1870年、ヘレナは看護改革の先駆けとして王立看護師協会 RCN の設立支援に乗り出し、看護を職業として制度的に保障する枠組みづくりに関与した。当時、看護師は未熟な実地奉仕に頼る不安定な労働であり、病院の衛生状況も劣悪だった。彼女はナイチンゲールとは異なる手法で、王室の権威を用いて看護師の資格制度導入、訓練の体系化、公的認定という3段階の制度構築を進める。ナイチンゲールは独自の統計的管理によって改革を施行していたが、ヘレナは王家の道徳的威信と制度への忠誠を重んじ、より上流層との連携によって職業看護の社会的地位向上を目指した。彼女はまた、1872年に創設された王立刺繍学校の総裁にも就任し、女性の職業訓練と芸術教育の進行を進めた。これもまた慈善道徳的労働というビクトリア的理念の下で制度化された空間であり、王族女性が主導する形で社会的秩序の再構成が行われた。民衆の反応はおおむね好意的だった。特に看護師、女性団体、地方慈善組織の関係者にとって、王女の支持は権威と資源の動員を意味し、各地の病院設立福祉拡張に直結する影響力を持っていた。一方で、
貴族層の一部からは実務に深入りしすぎる王妃の姿勢に違和感を覚える声もあり、王室の公的活動が過度に庶民化することへの懸念も根強かった。法制度との連関も見逃せない。1870年代以降、慈善組織法、医療施設認可制度、女性の職業規制緩和などが相次いで整備され、王族の関与は単なる名誉職を超えて立法的枠組みにも影響を及ぼしていく。ヘレナが制度内で担ったのは、政策の具現者というよりも制度の正当化装置としての役割だった。彼女の存在は、制度に内在する秩序正当性を象徴するものとして社会に働きかけていたのである。現代史家はこの時期の彼女を、ビクトリア朝後期における公的王妃像の確立者と評価する。感情と立場、私人と公人の狭間で折り合いをつけながら、制度的要求に応答した点で、ヘレナは他の王女たちとは異なる実務的軌跡を残している。個人的経験としての慈善ではなく、制度の要請に基づく公益行為としての慈善。それは王妃の道徳資本が制度を支える基礎となった事例と言える。この章が投げかける問いは、王室女性が制度的行為主体となるとき、その影響力はいかなる正当性に基づいて許容されるのか、そして王妃とは誰のための存在なのかという問題に帰着する。ヘレナは、静かにだが確実に、王室制度の新しい均衡点を探る実験の中心に立たされていた。第5章、喪失と継承の交差点、ウィリアム皇太子の死と王家の制度的再構築。1890年代に入り、ヘレナの公的役割は一層明確な制度的意味を帯びるようになる。看護、慈善、芸術振興といった表向き穏やかな分野での活動は、王室の内政的正当性を補強するものであり、同時に王家を通じた国民統合の象徴として機能していた。だがその安定は、家族と制度の両面から揺さぶられる。すなわち、夫クリスチャンの健康悪化と、ビクトリア女王の統治末期に伴う王室秩序の再編である。1891年、長男の死去が王妃エレナに深刻な影を落とす。王子アウグステンブルクが若年で病没したことは、シュレースビヒホルシュタイン家における継承問題を複雑にし、同家の貴族的立場が制度的に希薄化する契機ともなった。加えて、英国王室においても皇太子フレデリック、後のエドワード7世の健康不安が露呈し、王室内部の緊張が高まっていく。王家という制度は、個々の血統と健康、人格と資質に強く依存する脆弱な構造体であった。制度的危機が迫る中、ヘレナはその実務能力と穏健さゆえに、再び王室秩序の維持装置として動員されることになる。とりわけ1896年のビクトリア女王即位60周年においては、王族女性による行事の統括、儀礼の監修、国際賓客との折衝など、多岐にわたる実務を担った記録が残されている。これらの行為は単なる慣習ではなく、王室制度を可視化し、民衆にとっての秩序と安心を再確認させる制度的儀式に他ならなかった。この時期、王室の世論的支持は維持されていたが、その基盤はすでに確固たるものではなかった。共和主義的言説が知識人層の間で静かに広がり、都市中産階級では王室予算への批判が浮上していた。慈善と看護によって王家の存在意義を可視化しなければならないというプレッシャーは、かえって王族にさらなる公共性の内面化を要求していた。ヘレナの行動は、制度の正当性が依然として感情に訴える秩序として構築されていた証拠でもある。1901年1月22日、ビクトリア女王の崩御によって時代は大きく転換する。64年間にわたって近代イギリスの統合軸であり続けた王の死は、王政が自然に存在するという通念を崩す契機でもあった。王室は新たな制度秩序の再構築を迫られ、エドワード7世即位による近代王政への転換が模索されていく。その過程で、旧来の価値観に基づいた王族の役割も再定義されることとなった。ヘレナにとって、女王崩御は単なる母の死ではなく、自身の存在根拠を支えてきた制度的枠組みの終焉を意味していた。王室における中間管理層としての役割、象徴と実務を橋渡しする存在としての立場が急速に不明瞭化し、新王政の中での位置づけが曖昧になっていく。制度は移り変わるが、
王女としての彼女はなお制度そのものに帰属していた。現代の研究ではこの時期のヘレナを制度疲労の干渉剤と捉える視点がある。政治的中心性を持たずとも王家の精神的継続性を体現する存在として、その役割は象徴的かつ実務的であり、制度変化の過程における橋渡しの機能を果たしたと評価される。この章が突きつける問いは、制度変化のただ中において既存の価値に基づく存在はどのように自己を維持し得るのか。ヘレナの静筆な実務は揺れ動く王政の構造を陰で支えることで制度の延命を可能にしていたのではないか。この視点から彼女の晩年の歩みが一層重要性を帯びてくる。第6章、第一次世界大戦と王室再編の波にさらされる晩年。1901年のビクトリア女王崩御後、エドワード7世による新たな王政が始まった。近代王政の確立を目指すこの時代、王室は大英帝国という巨大な統治体制の象徴として再編され、形式と伝統を重んじながらも実務上の機能性がより厳しく問われる局面に入る。ヘレナにとってこの体制変化は制度的定義の変質を意味していた。すなわち彼女が象徴していたビクトリア的王室女性のモデルが歴史的役割を終えつつあったという事実に他ならない。夫クリスチャンは王室儀礼において地味ながらも確実に補佐的任務を果たし、1901年の戴冠式にも参列していたが、健康状態は年々悪化し、1917年10月に死去する。夫妻は結婚50年を目前に控えており、王室内部では長寿と忠誠の象徴として称えられていた。この時期、王室における家族主義的イメージが重視されていたため、ヘレナ夫妻の姿は古き良き時代の最後の証人として制度的意義を持ち続けていた。だが、社会はもはや王室の静筆な秩序だけではまとまらない段階に来ていた。1914年、第一次世界大戦の勃発により、王室制度そのものが激しい批判にさらされる。戦争の長期化、戦費の増大、犠牲の拡大とともに、ドイツ系王室としての血統が国民の間で疑念と不信を生んだ。特にヘレナやクリスチャンのようにドイツ貴族との縁戚関係を持つ王族は、制度的正当性の維持が難しくなっていく。1917年、国王ジョージ5世は王家の名称をサクスコバーグ豪太家からウィンザー家へ改称する。これは制度的再編というより、戦時プロパガンダ下における王家の自己防衛に他ならず、旧来の王族たちにとっては自らの存在の根拠が削られるに等しい事態だった。ヘレナとその子女もまた、この名称変更によってドイツ風の称号を公式に放棄することを余儀なくされ、制度の再構築によって無国籍化された王族のような立場に置かれていく。このような状況下でも、ヘレナは王立看護師協会や赤十字社との関係を維持し続け、戦傷者の訪問や義援金の配分、看護施設の監査といった実務に継続的に従事した。制度が形骸化しつつある中でも、その内部にあって実質的な機能を保とうとする姿勢は、王室制度の最末端に残された実用的意義を示していた。1923年6月9日、ヘレナは77歳で死去する。彼女の葬儀は王族としての格式を守りながらも、国民的哀悼を伴う規模ではなかった。国際秩序の再編、帝国の変質、そして王家の存在理由そのものが揺らいでいたこの時期、王妃としての死は一つの時代の終焉を象徴するに過ぎなかった。現代の研究者は、ヘレナの晩年を制度の中での余白と表現する。中心ではないが、消滅でもない。制度の記憶を体現する存在として、彼女の存在は王室の象徴的継承を保障する一種の記憶装置として機能していたとされる。彼女の死は、その装置の静かな終了を意味していた。この章が浮かび上がらせる問いは、制度が変質したとき、その制度に従属していたものの意味は何に置き換わるのか。ヘレナの晩年は、制度と個人の関係が崩れかけた瞬間において、それでもなお役割を全うしようとする姿勢の記録であり、制度という枠組みそのものの限界と要因を映し出している。第7章、制度の記憶と象徴的主体、ヘレナ再評価の現在地。ヘレナ・オーガスタ・ビクトリアの死から1世紀近くが経過した現在、彼女の歴史的意味は静かに再検討されつつある。従来、
王族としては地味で政治的影響力に乏しいとみなされてきたこの人物が、制度と個人、象徴と実務、感情と規律という複層的構造の中でどのような役割を果たしていたのかという視点から、その生涯は新たな光を浴びている。歴史的事実として、彼女はビクトリア朝王政の最盛期から第一次世界大戦の激動期までをまたぎ、王妃としての制度的機能を実直に遂行した数少ない王族であった。華やかさや主導権こそ持たなかったが、看護制度の整備や慈善活動の制度化、女性の公的空間への参与という実務面での貢献は、王室が国家に対して果たしうる非政治的影響力の体現そのものであった。彼女の行動は単なる慈善の域を超え、制度に内在する正当性の可視化に寄与していた。王室という制度にとって正当性とは王冠そのものではなく、誰がいかに行動するかによって支持されるものとなっていた時代、ヘレナのような中間王族の実務的活動が制度全体の存密条件を静かに支えていた事実は、近年の制度史文化史研究において再確認されている。また、王族女性に課される感情の制度化という構造的制約の中で、彼女が逸脱を経てなお制度に再起していく過程は、近代王室におけるジェンダーと権力の関係を問う研究にとって重要な材料となっている。初期の恋愛感情の抑圧、政治的無言化、社会貢献への転換。この一連のプロセスは、制度の内部において、個人がいかに自己を再編成していくかという制度内主体の在り方を考察する上で、示唆的な事例となる。同時代の他の王女たち、例えばドイツ皇后ビクトリアや、ロシア王女アレクサンドラらが国家的運命に巻き込まれていったのに対し、ヘレナは王室の制度維持を下支えする役割に終始し、そのことで制度の安定性を象徴する存在となっていった。この際こそ、王族の役割が単に政治的関与にあるのではなく、制度の持続可能性を担保する象徴的装置としての側面を持つことを示している。現代において王室の意義が再び問われている中、ヘレナのような存在は一種の参照点となりうる。すなわち、政治的影響力を持たずとも制度を支える行為は可能か、感情と自己が制限された制度内でいかに性を構成し直すかという問いに対し、王室の内側から一つの応答を試みた人物として位置づけられている。本章が示す最終的な問いは、制度の安定が象徴と実務のいずれに依存して成り立つのか、そして象徴とは実務を伴わない抽象ではなく、むしろ最も制度的実践に根ざした存在であり得るのではないかという視点に立ち返ることである。ヘレナの生涯はまさにそのような象徴の現実性を静かに語り続けている。今回の動画は以上となります。ヘレナ・オーガスタ・ビクトリアの生涯は、ビクトリア朝から第一次世界大戦に至る激動の時代において、王室という制度が社会的信頼を維持し続けるために必要とされた象徴の実務性を体現する事例であった。政治的発言力を持たぬ王女でありながら、制度内部で静かに配置され続け、王室の正当性を裏打ちする多層的役割を果たした彼女の歩みは、制度の変化にさらされる個人の在り方と、それでも制度を内側から支える行為の可能性を私たちに問いかけている。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。